皆さんこんにちは、私さきです。ということでですね、今回はGet Ready With Me っていうやつですね。今日は友達と会いに行くので、ちょっと気合い入れて iPhone のカメラで撮ってます。内カメ。ノーフィルターお願いします。ノー案件お願いします。お願いします。一旦肌を見せるね。本当にやばいから。Hello? リアルです。ということで、まずはカラコンを入れたいと思って、私がメイク動画で初めて一番最初にカラコンを入れると思うんですけど、本当に。今日は韓国で買ったこのオーレンズグローイティアですね。Yes。あんまりなんか私カラコン詳しくなくて正直、みんななんか私に合いそうなカラコンあれば本当に教えてほしいんですけど、ちょっと青っぽい。やば。日本にいるときさ、なんか税金系とかそういうのをやらないといけないんじゃないですか。社会人というものは。でましてや、会社に属してないフリーランスというものは、本当に辛い。待って、喉がかゆすぎる。日本に帰ってきたら花粉がやばい。バンクーバーってなぜかわかんないんですけど、めっちゃ自然があるのに花粉がないんですね。花粉が飛んでないんですよ。だからめっちゃ今久しぶりにこの花粉を味わってて、鼻水もやばいし、喉も超かゆいし、くしゃみもやばいし、本当にブレスミー。久しぶりの登場、このマイメロピン、ダイソーかどこかで買ったピンなんですけど、これが超可愛いの。今日目指したいメイクは小麦肌系の、もうちょっと白くなっちゃったんですけど、小麦肌系の焼けてる感じの、冬だけどあの子だけ夏かなっていう、そういう肌にしたくて、でセフォラで買ったね、アイコニックロンドンって書いてるんですけど、こういうルミネーターっていうのをみんなじゃない、海外の女の子とかはこういうのをファンデーションの前に仕込ますんですよ。でそれ私もやりたい。何それと思って、今日はこの友達に教えてもらったオリアンで買ったんですけど、化粧下地と混ぜてメタリックな感じのね、ちょっと見てほしい。本当にこんな感じなの。What the？ 混ぜたらこんな感じ。今はね、全然毎日メイクとかじゃないです。今挑戦してます。私みたいにこの肌がボコボコだったら、ボコボコってちょっと自虐すぎるけど、まあボコボコだったらパール系のさ下地をするともっとボコボコが目立つかもしれないっていうね、そういう可能性もありますが、挑戦です今日は。私の肌って超敏感肌なんで、もうこすると超赤くなるのね。わかる？神様って本当に平等だなっていう。でもこれで肌が綺麗だったら完璧すぎるよね。ごめんなさい。クリオのキルカバーハイグローファンデーションの3番塗ってます。こちら。このファンデーションちょっと白いよね。なんかさ、ファンデーションを伸ばしたんですけど、このクリオのファンデーションめっちゃ綺麗じゃない？さっきの私のやばい肌がこうなりたいです。で私眉毛アートを消したんですね。レーザーでガーって消したんですけど、ここじゃあ赤くなりました。今めっちゃ赤いの。はい。で次に、私の肌はまだファンデーションをしても隠しきれないものが多すぎるということってT フィットのコンシーラー、こちら2種類を使うんですね。3色あるうちの真ん中の色で、わかるかな？まだこの辺にニキビ跡がたくさんあるんですけど、本当にコンシーラーどんだけ使えばいいのってぐらい跡があるので、本当に悔しいです。花粉のせいで鼻かみすぎて鼻が赤いので、ここもちょっとコンシーラーで隠せない。この口角のこの部分と、私ってめっちゃね、唇これリップアートとかもしてないのに色があるんですね、唇に。これがあんま好きじゃないので、赤いコンシーラーで目の下を、これ塗るとね、なんか一気に目の下が明るくなるんですよね。塗った方と塗ってない方全然違くない？マジでおすすめ。このやっぱ目の下は赤。Yes。
でまたさっきのロムアンドのこのスポンジで伸ばしていきます。ランニングをね外でしたりとか筋トレをしたりとかしてるんですけど、もうランニングしてる時にブランコがあったんです。公園にブランコがあって、やばい久しぶりにブランコしたいと思ったけど、一人でブランコしてるのどうなんだろうとか思ったけど、いやもうそんなん気にせずに乗ろうと思ってブランコに乗ったんですよ。ブランコって超楽しいの、本当にみんなにやってほしくて、私は最近ランニングしてその帰りに公園でブランコに一人で乗るっていうのにハマってます。本当にさきちゃん昨日もしかしてブランコしてましたかっていう DM が来ると今は少し恥ずかしいのですが、鼻のコントロールもします。それでなんか久しぶりに、本当にマジ久しぶりにブランコしてたら、女の子5歳ぐらいの女の子2人が公園で遊んでて、で私イヤホンしててブランコ乗りながら音楽聴いて、もう最高なのね。で後ろ振り返ったらちっちゃい女の子が不思議そうに私を見て、2つしかないのにブランコ私が占領して音楽聴いて何も聞こえなくて、ブランコブン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 乗ってるから、5歳ながらに多分めちゃくちゃ遠慮してくださって譲りました。それこそまた話題が変わってしまうのですが、子供って欲しいのかな。自分子供を作るって何？この年になってくると周りも結婚してる方だったりとか子供もできた方だったりとか、同じ年齢なのに人生のフェーズが全然違いすぎて、なんか不安にはならない。自分の人生に全然不安にはならないんだけど、どうなるのかな自分の未来ってめっちゃ思う。皆さんどうですか？皆さんはなんか何歳に子供欲しいとか思ってます？どうやってみんな子供をよし産もうってなるんだろう。大きい責任というのをまだ背負える自信がないし、自分のことで精一杯すぎて、今からこのアイブロウを塗っていくんですけど、これも韓国のダイソーのタグのパウダーブローキット01番アッシュブラウン、斜めカットの細い平たいブラシに薄いパウダー取って、なんでこの眉毛アートを消した時に赤みだけ消えないんだろうね。赤ってなんか抜けにくい色なのか。なんかさ、眉毛アートした時は平行眉毛が流行ってた時だから平行眉毛だったですね。そのずっと眉毛アートがこっちの眉毛平行眉毛なんですよ。あとなんか眉毛アートするとなんかちょっとやっぱ不自然な感じがするので撮りました。コーヒーがもうない。なんかこの姿勢肌ってコーヒーとか飲むとホルモンバランスかなんかよくわかんないけど油が出やすいらしくて、私毎日コーヒー爆飲みするんですけど、それももう今まで2杯だったのを1杯に抑えてるんですけど、コンシーラーでちょっと眉毛を形整えます。このブラシもタグだ。これビフォーアフター。そういえばカナダ行きのチケットを買っちゃいました。一番心配なのは入国できるかっていうことで、ビザを今更新中で、ビザを更新してる時に入国はできるんですけど、一旦観光ビザで入るんですね。で、観光ビザで入る時に一人だとマジで止められるんですよ。なんか前もそれをした時に何も悪いことしてないけど、不法滞在をするかしないかをそこでインタビューされる時に結構詰められるんですけど、私あっちで働かないからキャッシュジョブとかもしてないから、なんかそれがめっちゃストレス。前別室に連れて行かされてスーツケース開けて、これは何ですか？忍者飯です。それって何ですか？グミです。これは何の薬ですか？膀胱炎です。膀胱炎って待って、英語でなんて言うっけみたいな、もうそういうやり取りをするのが超ストレスで、もう冷や汗かきまくり。なんか悪いことしてないのに冷や汗かきまくり。もしかしたら入国できなかったらどうしようっていう。不法滞在するのやめてもらっていい？本当に不法滞在しないのに疑われるのがもう辛い。飛び立つのまだ3週間後とかなんですけど、もうそれが今めちゃくちゃストレス。こうやって稼いでますとか、貯金ありますとか、滞在先はここですとか、そういう資料をさ、入国の時に見せて、その入国の人たちを納得させないといけないっていうね。だからその資料も用意しないといけないし、あとは確定申告。この時代っていうかこの期間機能しましたよ。本当にもう大人って辛い。でもこういうことをちゃんと自分でするから大人という自由があるんですよね。本当に。はい、大人の皆さん頑張っていきましょう。
学生の皆さん、今を楽しんで。でもさ、学生時代に今を楽しめって言われるのめっちゃ嫌じゃなかった？今終わったらどうなんのみたいな。なんか今のうちに何々しとけみたいなのをさ、大人が言うじゃん。今のうちに旅行行っときなよ。社会人になったらいけないから。とかさ、今のうちに遊んどきなよ。とかさ、なんか言われるやん、大人からね。それってあなたの人生ですよねって思ってた。ひねくれてるのかも、私が。でもさ、それを言われることによってさ、子供ながらに固定概念ができるっていうか、あ、大人になったら遊べないんだとか、大人になったら旅行に行けないんだとかさ、そういう固定概念が生まれるから、なんか今のうちって何みたいな。それってあなたの人生ですよねみたいな。ひねくれキッズだったかもしれない。でも本当にそう。私は遊ぶよ、死ぬまで。はい、今、待って。なんでこんなに眉毛を描くのが下手くそなの？皆さんコメント欄で改善点お願いします。私はこうした方が眉毛が可愛いんじゃないみたいな。一旦これでいく？で、後でちょっと修正とかしてみようかな。はい、こんな感じでこの眉毛でいきたいと思います。次、アイメイクなんですけど、アイメイク、最近私がちょっとハマってるやり方が、この、なんだっけ、シェーディングスティックを、ここになんかちょっと大雑把に影を入れる。はい、こんな感じでぼかして、そうするとなんかちょっと彫りが深く見えるというか、奥行きが出るというか、いい感じになるんですよね。ホリカのこちらのクリーンソープっていう白色をまぶたにちょっと塗ろうかなと思って、多分あんまり最近アイシャドウ塗りたくないんだと思う。ということでこの白をYes 変わった？もういいか。NEXT。パーフェクトダイアリーのこの狼のアイシャドウ、動画で紹介したことがあるんですけど、このアイシャドウめちゃくちゃ好きで、これは何？馬のアイシャドウもね、買い足したんですよ。色がめちゃくちゃ綺麗だから、このシリーズ何個か欲しくて買っちゃいました。全然提供じゃないんですけど、このアイシャドウちょっと全然使ってないから塗っていこうかなと思って。で、またタグの筆を使って目の下になんかこういう色いっちゃう？赤？この色ちょっと塗ってみようかな。緊張。赤すぎる。待って、赤いよ。でも手が止まらない。毎日メイクっていうよりは創作メイクみたいになってきたんですけど、What the fuck？ やり直す。ごめんなさい。まだ赤いけど。なんかさ、こういうさ、ちょっと黒っぽい、ダークっぽい、グレーっぽい色、キラキラ。わかりません。本当にもう今は創作メイクです。毎日メイクとかではありません。創作メイク。こちら塗っていこう。Let's go。この下にも同じカラーを塗っていきます。次にジュディ・ドールのこの有名なシェーディングキット、シェーディングパウダー、ハイライトみたいな感じのキットがあると思うんですけど、この斜めカットの筆に取って涙袋をちょっとほんの少し描いていきます。ちょん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 。肌のシェーディングもちょっとパウダーで上からはっきりと。なんか暗くなってきたら濃いメイクがしたくなるということで、2カメ。はい、こんな感じでアイシャドウできたら、次はアイライナーを引いていきます。で、今回さ、自分で松エクするやつをみんなと一緒にやろうかなと思って、ちょっと待っててね。一旦アイライナー。こう目を閉じた時に一本線な感じシュッてこう引いて、ビフォーアフター。
反対も引いていきます。クオっていうのかな、クリームブラッシュ62番、この色、こちら最近ハマっておりまして、これを筆で塗るとめちゃくちゃいい色になるの。最近はね、なんかクリーム系のチークをブラシでのせるのにハマってます。こんな感じ。この色可愛くない？もうチークはね、多めに塗ってもやっぱ可愛いので。可愛い！めちゃくちゃいい色これ。で、ちっちゃい筆で鼻の上だったりとか、細かいとこにも血色をのしていきます。鼻の上、この辺、この辺、この辺。可愛くない？そういえば私このネイルさ、みんなと一緒にしたじゃないですか。これまだ全部ついてんの。取れるか心配だったんですけど、全部ついてんの。嬉しい。このネイルなんか時間が経てば経つほど意外と可愛いなみたいになってきて、今はお気に入りになってます。可愛い。で、ちょっとこのシェーディングの部分にもチークをのせて、やりすぎた？大丈夫そう？で、鼻のここ。なんかさ、鼻が昔からコンプレックスだったんですけど、最近はまあ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 みたいな。それこそなんか韓国のスキンケアショップみたいなの行った時に、あなた鼻やった方がいいですよみたいな言われたことがあるんですよ。多分やった方がいいっていうのは、なんか韓国とかまあ世界でわかんないけど綺麗とされてる鼻ってあるじゃないですか。ツンとしてて、こうもう忘れ花っていうのかな、なんかそういう鼻に多分した方がいいですよあなたはって勧められたことがあって、本当にイライラしたよね。私この花気に入ってるんですけどみたいな、めっちゃイライラしたことがあります。あの先生はやっぱ合ってたのかなとか思うこともあるけど、それを言われたせいでずっと気にしちゃうの。だから絶対に言うな。可愛くないこの花。これイネスフリーのパウダーなんですけど、私が大好きな資生堂のベビーパウダー、300円500円ぐらいでドンキで売ってるやつが、この前ドンキ見に行ったらなくって、こうテカってくる肌だとちょっとずつつけるよりも、その資生堂のねパウダーがめちゃくちゃいいんですけどないので、はい、文句を言いつつイネスフリーのパウダーを使っていきます。大きな筆にこう取ってテカってほしくないところ、今息をするのはやめましょう。やばい、粉はたきすぎた。まあいいや。はい、こんな感じで粉を全体的にはたきました。もうテカリというテカリがなくなって、私レベルの脂質肌になると、こんぐらいはたいたとしても30分後にはテカってる。それをツヤということにします。はい。ディオールフォーエバーグロールミナイザーハイライトを使います。こういう平べったいブラシに取って鼻、わかる？ツヤ感を出したいとこになんかこう適当にこんな感じ。イエス。唇の上、顎、ここにもちょっとハイライトを忍ばせるとなんかツヤ感っぽくなるんだよね。イエスイエス。目頭、イエス。涙袋のとこにも薄く、こんな感じ。はい。で、次にリップを塗っていくんですけど、このリップのリップライナーをカナダに忘れてきて、私の大好きなリップライナーがあるんですけど、それを忘れてきたので、このジュディドールのさっきのシェーディングパウダーをちっちゃい筆に取って、ちょっとこのリップの影をね描いていきます。ここにマジで結構違うくない？今日はもうちょっと色付きのグロスを塗ろうかなと思って、フェンティビューティーの、これは購入品紹介で紹介したやつなんですけど、シュガープラムズの色、このピンク。フェンティのグロスマジで可愛いの。待って、可愛すぎる。縁をちょっとぼかして、こんな感じ。待って、可愛い。マジでリアーナありがとね。可愛すぎる。
こちらブラックフライデーで購入したこちらです。最近は自分で松エクをしていて、なんか今まで松エクをね店でしに行ったこと何回もあるんですけど、松エクショップの運がないというか、私に合わないのか、なんか自分でやった方が一番可愛くできるのでやっていきます。でこのブランドを使っております。こちらこのボンドっていうところを開いて、根元からちょっと 0.5 ミリ1ミリ離したぐらいのとこに今持ってる中でこれが一番ねお気に入りなので、このまつげを使っていきます。ボンドっていうところを直接つけまにつけて、こんな感じ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 、こんな感じ。 Yes。 ちょっと乾くまで待ってます。最後にこのビューラーにシール、こっちのボンドじゃなくてシール、ビューラーに直接ねこんな感じでつけて上下に、でこのボンドをシールでちょっと固定する感じで上から液体をつけます。なじませます。Amazon とかにこういうキットが売ってて、時間がある時はね私もサロン探して行ったりするんですけど、ちょっと今本当に忙しすぎて1週間ぐらい持つ松エクを自分でつけてみました。ナチュラルじゃない？いい感じ。私の愛してやまないヒロインメイクのマスカラですね。これはマジで全世界に誇っていいと思う。本当にこのマスカラはバンクーバーに行っても普通にスーパーでヒロインメイクのこのマスカラが売られてて、本当にヒロインメイクに投資した方がいいと思う。株買った方がいいと思う。完成。黒い感じのアイシャドウでめちゃくちゃ薄く塗ったんですけど、それにこのチークの色合わせと、あとフェンティのこのリップの組み合わせがマジで神でした。髪の毛をセットして服も着替えて香水も振って、カバンの中にイヤホンだったりリップだったり今日使ったものをぶち込んで、はい、ちょっと準備していきます。着替えてきまして、最近髪の毛がこんな感じで前髪を伸ばす今年はって言ってたんですけど、今だいたいこんぐらいまで目の下伸びてきて、私って髪の毛がめっちゃ伸びるの早くて、このままロングに伸ばしていこうかなっていう感じなんですけど、てかメイクがいい感じすぎて、これをまた次できるかって言われたら分かりません。うまいメイクをした日って自分でどうやってやったか忘れるんですね。次このメイクをもう一回再現できるかっていうその不安。この中は昔ね、多分バンクーバーの古着屋さんで買ったヴィンテージの、よく見たらゼブラ柄なんですけど超かわいい。この革ジャンは自分でこのスタッツをつけた革ジャンですね。こちらとスカートと、であと今からちょっと外に出るのでバッグに今日使ったリップ、マジでこのリップもうちょっとつけとこう。完璧なメイクリップと、あと粉、イニスフリーの粉さ、ちっちゃいから持ち運びにめっちゃいいんだよね。日本はやっぱまだなんかそのカードとか使えないとこ、意外となんかまだ現金のとこが多いので、現金一応持っていくのと、あとなんだろう、そんぐらいかな。あと香水最近ハマってるこちらのディオールの香水なんですけど、これマジでめちゃくちゃ匂いが長持ちするのと、すごいいい匂いってみんなに言われるから、この香水超おすすめ。であと韓国のダイソーでこれも買ったんですけど、マイメロでここを押すとこの櫛になるやつ、私髪の毛ブリーチしててすぐ絡まるので、これがあると超便利。あと鏡もついてるからいい感じ。また絡まってる。こんな感じでお友達と今日はご飯を食べていきたいと思います。はい、ということで皆さん今回も見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。